こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャットなどまとめてみていきたいと思います。まず昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 1.65 億ドルの純流入となっています。また先ほどブラックロックに 4.3 億ドルほどの流入があるとの情報が流れたんで、全体では約6億ドルのプラスになりそうです。これで11日連続の流入ですね。ETF 全体では累計純流入額が50万 BTC を超えたことが話題になっています。またイーサも現時点で純流入となっています。こちらもブラックロックからプラス2億ドルの流入があるとのことなんで、14日連続の純流入ですね。香港はビットコインがマイナス 41.33BTC、イーサがゼロとなっています。あとファンドごとではグレースケールがリドトラストとオプティミズムトラストの信託を立ち上げたことが注目されています。イーサ周りの投資機会提供のための立ち上げとされてますね。この影響かリド、オプティミズムはそれぞれ比較的強く伸びてまして、中でもリドはプラス 20% の高騰となっています。ビットコインの価格は現在 99,300 ドルあたりを推移しております。発表された指標の方ではスイスの中銀政策金利、ECB 政策金利、米 PPI などがありました。ECB スイスが利下げとなる中ですね、米 PPI が予想以上の結果となってまして、米金利高、米ドル高要因となってます。ただ FRB の利下げ期待はまた高まったという状況なのかなと思います。米株各指数は調整となってまして、ビットコインも一時 99,300 ドルまで下落してますね。個別株の方ではライオットプラットフォームズの株をスターボードバリューが買ったという報道が出てからですね、株価にも影響してます。これまでコアサイエンティフィックなどをですね、他のマイニング企業は AI データセンターに電力を提携をすることで株価も上昇してたりしてたんですけど、今回の動きからこのライオットプラットフォームズも電力提供事業を開始するんじゃないかという期待も出ているようです。株価もプラス 4.76% と比較的強くなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 1.24%、額としては624億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.3%、バイナス意味はショートが 52.7% と下寄りになっています。今後の指標としては本日12月13日に米輸出物価指数11月、12月16日に米ニューヨーク連銀製造業景気指数12月、米 PMI11 月の速報値、12月17日に ILO 失業率、雇用統計、ドイツユーロの景況感指数12月、米小売11月などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では Google の量子懸念と、マイクロファンドも一息ついてですね、利下げ期待も高まってるんで、12月13日 AM6 時時点のビットコインは昨日の10万884ドルよりも上という予想でした。結果としては各政策金利利下げとなりましたけども、米 PPI の影響か米ドル高、米金利高となってまして、米株各指数も調整、ビットコインも下落となってまして、判定時刻の12月13日 AM6 時時点のビットコインは10万28ドルということで、10万884ドルよりも下なんで外れです。オンレンチャン企画がリニューアルされて以来初の3連敗となっています。それでは明日の予想ですね。上です。ずっとね、その10万ドルの攻防で正直もうどっち行くかわからないですけど、今回は金利高の影響か、米株各指数とともに調整となってますけども、指標も一息つきましたし、利下げ期待からの反発があるんじゃないかなと思いました。なので、12月14日 AM6 時点のビットコインは現在の 99,412 ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら若干下が優勢な気もしますけども、週ラストの米市場開場後ですね、どちらに傾くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3890ドル、BTC 建ては 0.0391 と、先物の方では OI は全体でプラス 5.7%、額としては270億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.6%、バイナス意味はロングが 75.6% と上寄りになっています。イーサ関連の話題ではトランザクション数の増加による盤量の増加からですね、価格的にも上昇に期待するような見解が出たりしています。BTC 建てでは昨日より上がってはいますけども、ドル建てでは4000ドル、BTC 建てでは 0.04 と、どちらも抵抗前となっています。ただ ETF は未だ流入継続となってますね。他のアルトと比べると、どうしても比較的弱くなってるんで、まだビットコイン次第だと思いますけども、こちらもそれぞれ抵抗を抜けられるのか注目ですね。あとその他の動向では、ブラックロックがポートフォリオにビットコインを割り当てることを推奨したのが話題になっています。
で、報告書の一部を抜粋するとですね、ビットコインは供給量が限定されている、従来の資産と比較することができないものとされてまして、ポートフォリオのうち 1% から 2% をビットコインに割り当てることが妥当であるという表現がされています。ブラックロックが具体的な数字を出したのはこれが初めてということで注目されてますね。仮想通貨民は全財産仮想通貨っていう人がね多いかもしれないですけど、私の記憶では昔はですね、ポートフォリオのうちの 0.5% くらいがなんか妥当と言われてた時代があったんで、その時と比べると、世間的な地位みたいのがだいぶ上がったのかなという印象があります。こういう面で見ても、着々と時代は流れてますね。あとはトランプ氏のインタビューも話題になってますね。CNBC のジム・クレイマー氏のインタビューでですね、公約のビットコイン準備金について質問されたことに対して、我々は仮想通貨で素晴らしいことをするつもりだと。なぜなら中国や他の国もやってないからだ。我々はその先頭に立つことを望んでいると語っています。これがビットコインの準備金について質問してるんですけども、回答が仮想通貨で素晴らしいことをするつもりだと、アバウトな表現がされてるんで、一部からはビットコイン以外の準備金も考えてるんじゃないかという期待も出てるようですね。あとはテキサス州の下院でビットコインの準備金法案が提出されてたり、あとはカナダのバンクーバー市議会で財政準備金にビットコインを採用する動議が承認されてたりしてます。テキサス州の法案では準備金口座を創設して寄付金を通じてビットコインを最長5年間保有するもの、バンクーバー市の財政準備金に関しては税金やその他手数料をビットコインで受け取ることや市の準備金の一部をビットコインに転換することが承認されたとされています。どちらも地域ごとの動きですけども、以前と比べると動きが活発になっている印象がありますね。あと他では米国の下院金融サービス委員長にフレンチヒル議員が就任となっています。仮想通貨派でよく名前が挙がっている議員ですけども、今回パトリック・マクヘンリー議員の後任として選出されています。あと他の国ではウクライナの方で仮想通貨を合法化する動きが進んでいるようです。デジタル資産に対しても証券と同様に課税して税制を確立するとされています。あとはクラーケンの運営元のビットトレードに対して500万ドルの罰金命令が下っています。オーストラリアで無認可で信用取引を提供していたとしてオーストラリアの規制当局から訴えられてたんですけども、今回コンプライアンス違反で罰金判決となっています。あとアルト関連ではアバランチが 2.5 億ドルの調達を発表しています。ギャラクシーデジタル、ドラゴンフライ、パラファイキャピタルの主導でロックされたトークンをプライベートセルによる販売で各所に売却したことによる調達とされています。あとアバランチ関連ではアバランチ初のディーピン、アップリンクのリリースなどもピークアップされてたりしてますね。アバックスは55ドルが抵抗に見えますけども、ここを超えられるのか注目ですね。あと他ではソラナのステップファイナンスがレモラマーケッツの買収を発表しています。株式をトークン化してソラナチェーン上に展開するとのことです。収益はステップの買い戻しに還元されるとのことですね。ステップファイナンス久々に見ましたね。なんか株式のトークン化って昔取引所が普通にやってて各所に刺されて取引やめたっていう経緯ありますけど、オンチェーン上の規制って今どうなってるんですかね。このファンドの影響かステップも急騰してますね。時価総額は963位です。ここから浮上できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではソラナのアグリデックスが総額900万ドルの資金調達を発表しています。現在時価総額2100位ですけども、こちらも浮上できるのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。